たった一つの発明が世界を変えることができる。日本は日常を便利にし、文化を広げ、人々の暮らしを豊かにする発明を数多く生み出してきました。今日の動画では、あなたの生活にも影響を与えた日本のトップ10発明を紹介します。最後まで見れば、あなたも驚く発明に出会えるはずです。ご飯はイヤ人にとって基本的な食事ですが、かつて主婦にとっては大きな悩みの種でした。当時は少しでも目を離すと生煮えか真っ黒に焦げてしまいました。つまり食べれるものではない、もしく食べづらいものになります。1955年、東芝が世界初の電気炊飯器を発売しました。この小さな箱は数百万の女性を炭火の台所から解放しました。そして夫や子供たちも「ご飯まだ?」と長く待たされる日々から解放されました。現在では日本の家庭の8割以上に炊飯器があります。もちろんベトナムの家庭にも。今でもかまどでご飯を炊いている人いますか？現代の食卓における静かな英雄と言っても過言ではありません。ところで、炊飯器のスイッチを押し忘れて叱られたことがある人、手を挙げましょう。炊飯器があっても次の発明がなければ、多くの人はまだお腹を空かせていたでしょう。何だと思いますか？たった一泊のラーメンで数百万の学生や労働が貧困の時代を乗り越えました。そして月末に財布が空っぽの学生を何度も救ってきました。日清の創業者安藤百福は1958年に即席ラーメンを発明しました。お湯を注ぐだけで数分後には美味しいラーメンが食べられます。今では年間1000億食以上が世界中で消費されています。その数字、ベトナムもかなり貢献してますよね。空腹を満たすだけでなく、世界的な便利さの象徴となりました。インスタントラーメンは空腹を救いましたが、その次の発明は誰もが参加できる新しい娯楽を世界に広めました。誰もが一度はカラオケを歌ったことがあるでしょう。うまい下手はさておき、カラオケを知らない人はいないはず。しかし1971年に神戸で発明されたことはあまり知られていません。井上大輔が最初の機械を作り、誰でも歌手になれるようにしました。会ったことないけど、井上さんは歌うのがめっちゃ好きそうですね。カラオケは瞬く間にアジアから世界へ広がりました。居酒屋、誕生日パーティー、高級カラオケルームまで、今や家庭にも進出。特にうちの隣の家は大合唱です。これは単なる娯楽ではなく、日本独自の社交文化です。ベトナム人にも習慣になったでしょう。カラオケは人々に歌を与えましたが、その次の発明は音楽をいつでもどこでもの相棒にしました。桁音楽のない世界を想像してみてください。私はちょっと想像できない、あと想像したくもないです。1979年以前、音楽を聴くにはラジオか音型ステレオしかありませんでした。もしその時代のままだったら、音楽を聴くために数キロのスピーカーを担いで歩くところでしたね。ソニーのウォークマンは全てを変えました。小型でイヤホンを差し込むだけでどこでも音楽が楽しめます。世界で4億体以上が販売されました。
個人音楽の時代を切り開き、若者のライフスタイルを変えました。ウォークマンは音楽を街へ持ち出しましたが、日本文化の広がりは止まりません。次の発明は世界中の想像力をかきたてました。もしこれらの発明がすごいと思ったら、ぜひLIKEとチャンネル登録、ベルマークをオンにしてください。この後、さらに驚く発明が待っています。日本の大衆文化といえば、漫画とアニメは欠かせません。多くのベトナム人、そして世界中の人の子供時代の思い出。朝ごはんを我慢してまで漫画を買った、そんな記憶がよみがえります。1950年代、手塚治虫が現代漫画の時代を切り開きました。鉄腕アトム、ナルト、ワンピース、ドラえもんは世界を魅了しました。現在、日本はこの産業で数十億ドルを輸出しています。もちろんベトナムもその一員。漫画を読んだことない人、手を挙げて。読んだことあるのに手を挙げたら全員上がっちゃいますね。娯楽だけでなく、世界の人々が日本語や文化を学ぶきっかけにも。日本を世界に届けるソフトパワーの架け橋です。実は私も日本を好きになった理由の一つは漫画です。あなたはどうですか？漫画とアニメは何百万人の心をつかみましたが、次のステップは娯楽を数十億ドルの帝国に変えました。何だと思いますか？マリオ、ゼルダ、ファイナルファンタジーを遊んだことはありますか？テトリスやスネークはどうですか？知らないならあなた相当レアです。任天堂とソニーは家庭用ゲーム機を数十億ドル産業へと育てました。1983年、任天堂ファミコンが登場し、世界的なブームに。私も夢中で怒られたことがあります。1990年代にはソニープレイステーションが登場し、1億台以上を販売。今日でも日本はゲーム大国として世界をリードしています。小さなリビングから世界的なゲーム文化が誕生しました。ゲーム機は仮想世界をリビングに届けましたが、その次の発明は現実世界での道案内を可能にしました。GPS 以前、長距離運転はとても困難でした。数分おきに車を降りて道を尋ねる。そんなドライブ想像できますか？ 1981年、ホンダは世界初のカーナビを発表しました。当時は衛星ではなくセンサーと電子地図を利用していました。この技術は現代の GPS の基礎を築きました。今日、Google マップや Apple マップは日本の先駆けを受け継いでいます。そのおかげで道に迷う回数はぐっと減りました。カーナビは長い道を導きましたが、その次の発明は小さな四角で無限の便利さを広げました。何だと思いますか？小さくてシンプルですが、買い物の方法を一変させました。外食で QR 決済を使ったことがある人、挙手。QR コードは1994年、デンソーウェーブによって発明されました。最初は自動車部品の管理用でしたが、やがて商業や日常生活に広がりました。今日では支払い、イベントのチェックイン、ワクチン証明まで幅広く活用を。一度のスキャンで世界はこれまではるかに便利でつながりやすくなりました。
QR コードは取引の方法を変えましたが、その次の発明は感情の伝え方さえ変えてしまいました。誰もが毎日使っている絵文字言語、特にカップルはね。1999年 NTT ドコモの栗田重隆が絵文字を開発しました。最初は176種類で主に天気予報に使われました。やがてインターネット全体に広がり、 E メールや SNS で大人気に。現在では3000種類以上が存在し、世界中で使われています。感情を共通言語にし、言葉の壁をなくしました。そして本当はその人が嫌いでもニコニコの絵文字をつければバレません。多分。絵文字は世界を笑顔にしましたが、最後の発明はその速さと規模で人類を驚かせました。何だと思いますか？最後に紹介するのは日本の奇跡、新幹線です。1964年東京オリンピックに合わせて時速210キロの列車が登場しました。当時としてはとんでもない速度、いや今だって十分すごい。そんなに出せる乗り物、そう多くありません。世界は驚愕しました。これほど速い列車は前例がなかったのです。新幹線は交通手段にとどまらず、戦後復興と技術力の象徴となりました。現在では時速300キロ以上、安全性はほぼ完璧で数十億人を運んできました。日本の誇りであり、この感動的なリストを締めくくる発明です。私たちは炊飯器、即席ラーメン、新幹線まで日本の重大発明を紹介しました。これらの発明は生活を変え、日本を世界有数の革新国にしました。あなたはどの発明に一番感動しましたか？炊飯器ですか？それとも新幹線ですか？ぜひコメントで教えてください。新幹線の裏側ストーリーや他の日本の発明をもっと知りたいなら、次の動画をぜひチェックしてください。そしてチャンネル登録とライクを忘れずに。次の旅も一緒に楽しみましょう。